皆さんこんにちは。こんにちは。ねえあかねちゃん、以前スプロケットというゲームで飛行機みたいな戦車作ったことあったよね。あったな。確か幅が40メートルくらいあった意味不明な戦車や。重量は67トンね。ゲームでは空を飛ぶことはできなかったのですが、現実で飛行機のような戦車は存在していなかったのか。さすがにないやろ。重すぎやし飛べへんで。実は試作はされなかったものの、空飛ぶ戦車として設計のみされた車両が存在していました。どんな戦車や。では早速どのような戦車だったのか見ていこうと思います。こちらです。あれ？これ子供のおもちゃやない？あかねちゃんが大好きなハッピーセットのおもちゃかな？そこまでちっちゃくないで。設計された戦車は世界的にも非常に珍しい飛行戦車です。飛行戦車？この戦車は空挺戦車のように輸送機で運ばれたり、翼を搭載し、グライダーのようにつなげられて飛ぶ車両ではなく、車両にプロペラがついており、単体で何度でも離着陸できる、文字通り飛行戦車として設計されました。もうむちゃくちゃな感じがするな。一体、どのような車両として設計されたのか紹介していきますね。最初にこの動画は、このような構成でお送りします。飛行戦車 MAS-1 がどのように開発されたのか。続いて、スペックとその評価についてです。この車両を設計したのは、ソ連のミハイル・スマルコという人物です。ソ連の人か。この人物は、リエロという組織のエンジニアだったということ以外、写真や学歴などの情報を探し出すことができませんでした。そんなスマルコが開発したのは、この MAS-1 と呼ばれているもので、1937年5月に設計が完成していたそうです。そして、合わせて木製の小型模型も完成しました。ということは第二次世界大戦が勃発する2年ほど前か。この設計図は、完成した1937年に、現代の装甲車両総局という当時の陸軍軍事技術部門に提出されました。そもそも、なぜこのような車両を設計したのか。スマルコによると、最前線で戦う戦車ではなく、空を飛ぶことで、地上の霧などの障害物を飛び越え、地上と空から偵察活動をしたり、他の空挺作戦への投入、合わせて敵に奇襲攻撃をかける部隊の火力支援を行うという目的があったそうです。なるほど。つまり陸路では侵入が難しいような戦闘地域に展開するような感じか。ゆるふわ軍事チャンネル。次に気になる機体スペックを紹介していきます。紹介する数値については、あくまで設計上予定された性能ということに注意してくださいね。試作機は作られてへんからな。MAS-1 の詳しい全長などはなぜか不明なのですが、翼を展開した状態の翼幅は 16.2 メートルありました。この翼は後から詳しく紹介しますが、着陸後、コンパクトに折りたたむことができる設計でした。これは画期的やん。今でいう艦載機みたいやな。機体重量はフル装備の総重量で 4.5 トンあったそうです。4.5 トン。次に車体全体を見ていきましょう。MAS-1 のベースとなった車両は BT-7 という戦車です。この BT-7 は以前ちょこっと紹介したソ連がアメリカから輸入し自国生産した BT-5 の発展型となっています。つまり既存の車体を改造してこの飛行戦車を作るってことやな。BT-7 とは形はかなり異なっているけどね。ちなみに MAS-1 の元となったこの BT-7 の重量は13トンありました。待て。ということは翼も搭載しとるのに 8.5 トン近く軽くしたってことか？そういうことになります。飛行するにあたって重量はできるだけ軽くすることが求められるのですが、その理由から削られた部分はいくつかあります。どこ削られたん？というか削ってもええんか？まず、最初に目が行くのは砲塔です。BT-7 では 45mm 砲が搭載されていたものの、MAS-1 では砲塔を小型化し、ここに 12.7mm 機銃を2丁、車体に 7.62mm 機銃が1丁という構成に変更されました。重い四方を取っ払ったんか。これで相当軽くなったやろうな。当然これだけでは不十分で、車体の装甲も薄くされました。BT-7 では最低で 10mm、最大で 15mm から 20mm あった装甲を、MAS-1 では 3mm から 10mm と半分程度に薄くしました。あれ？これ機銃程度でも撃ち抜かれるレベルやない？そして乗員は BT-7 では3名だったのに対し、
MAS1 では2名となりました。次に動力。エンジンについては BT7 よりも高出力のものが搭載されていました。具体的には M17 というエンジンの発展型となる最大で700馬力のイキリエンジンの搭載が予定されていたそうです。あれ、700馬力ってめちゃ強力なんやない？例えば T3485 という1940年代の戦車で500馬力を搭載していたことを考えると、車重が 4.5 トンしかないことを考えても大出力のエンジンを乗せていたということになるね。ほう。MAS1 に搭載されているエンジンはこの一つだけで、普通の戦車のように移動のため使用する足回りを動かせる以外も、前方のプロペラも動かせる設計でした。続いてこの足回りについて紹介していきます。戦車といえば離体、つまり無限軌道を搭載していることが普通ですが、この車両はまるで車のように車輪だけでも移動できるようになっていました。どういうこと？ベースとなった BT7 は非常にレアなのですが、離体をつけた一般的な早期走行と、離体を外しても走行できる双輪走行が行えました。これはすごいな。この模型の写真を見てもわかるように MAS1 でも同様に早期と双輪走行が行えたことが伺えます。ほんまや、離体があるのとないものがあるな。ちなみに最高速度は双輪走行で時速 120km、離体での走行で最大 70km とされていました。無駄に速いな。ゆるふわ軍事チャンネル。最後に飛行性能について見ていきましょう。多分突っ込みどころはここやで。先ほども紹介したようにこの主翼については、現代の空母艦載機のように折りたたみ構造が取り入れられており、この部分の固定軸から90度後ろ側に折りたたむことができるようになっていました。変形好きにはたまらん構造や。折りたためるのは主翼だけではありません。プロペラ部分もロックを解除して折りたたみ、格納できる構造になっていたそうです。そして尾翼部分についても、自重走行時に邪魔にならないよう、車体内部に引き込める構造になっていました。無駄にこだわっとるな。でもこれ、二人で折りたたんだり広げたりせんとあかんのやろ？構造上そうなるね。なんかめちゃ大変そうや。MAS1 の飛行性能としては、最高飛行速度は時速 200km と想定していました。まあ、当時でも一応使えるような速度やない？そして航続距離は、なんと、当時の軍用機を超える 800km としていました。あれ、なんでそこだけ無駄に距離出してきたん？理由は定かではないのですが、後に不可能だと総ツッコミを入れられた箇所になります。航続距離だけでも長くすれば、偵察機として採用される可能性があると思ったんちゃうん？では、この MAS1 は当局にどう評価されたのでしょうか？どうなったん？当然、こんなものは作れんということで却下されたそうです。確かに色々と難しいところが多そうやからな。具体的に何がどうダメだったのか、これについては詳しい理由が残されています。まず第一に、構造が普通の戦車や航空機よりも過度に複雑だったらしく、製造コストも極めて高く、製造にも時間がかかってしまうという避けられない欠点がありました。まあ、航空機と戦車を合体させて折りたたみ構造も入れたらそうなるわ。また、独特な車体形状が理由で安定した飛行は困難だと判断されています。確かに飛行機みたいにシュッとしとらんからな、シュッと。問題はそれだけではなく、このような流線形のデザインにしたことで、内部空間が非常に狭くなったそうです。つまりこれ以上シュッとでききんかったと。このような形状からのデメリットもあり、地上での戦闘はかなり難しいものになると判断され、その火力と防御力から想定された MAS1 を用いた戦闘相手は装甲車ではなく、装甲で保護されていない輸送車といった対象になるだろうと判断されました。10ミリしか装甲ついとらんからな。基準撃たれただけでもやばいで。それどころか攻撃を受けたら再び空を飛ぶことが難しくなるからね。ということは攻撃は受けたらあかん系の車両やん。あれそうなると普通の戦闘機でええんちゃう？このような様々な理由で試作戦車が作られる前に却下となったそうです。ちなみに当時、ソ連では空挺戦車ではなく同様の飛行戦車の設計案がいくつかあったらしく、MAS1 がその一つだったとされています。ほう。
そのいくつかある案の中で MAS-1 は最も実現が難しく使えない車両と評価されていたそうです。ダメ系やん。まあ、この設計者も80年後にネタにされるとかさすがに思わんかったやろうな。それにしても今回もかなり癖が強い戦車やったな。空を飛ぶ戦車というのはアニメや漫画では比較的多く描かれることがあるのですが、現実では運用されていないことを考えると、やはり難しい面があるのかもしれませんね。今はミサイルとか爆弾とか遠くから攻撃できる兵器も運用されとるからな。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。